はい、皆さんこんにちは、じゅんです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、本日は除草剤に頼らない雑草対策ということで、僕のおすすめの方法についてお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では行ってみましょう。まず2つの庭の空間をちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、それを見て話を進めていきたいと思いますね。はい、それではまず1つ目の庭ですけれども、この庭です。以前の動画でも何回かご紹介したかなとは思うんですけれども、こういった形の庭全体のね雰囲気をちょっと感じていただければと思います。ちょっとねゆっくりと回りながら行きますね。こんな感じで草花があったり雑草も生えてるんですけれどもね、こんな感じの空間になっております。それでは2つ目の空間なんですけれども、こちらですね。空き地のような場所なんですけれども、夏にもかかわらず茶色い葉っぱがあって、ちらちらとね杉菜なんかがこう緑で復活しているような状態なんですけれども、ちょっとこう殺伐とした印象があるんじゃないかなと思います。はい、今のようにね2つの空間を見ていただいたんですけれども、皆さんお分かりだと思うんですけれども、1つ目のね空間が除草剤を使わずに手で除草していった庭なんですね。そして2つ目が除草剤を使って枯れさせたような空間という形になります。もうね一目瞭然なんですけれども、やっぱりねナチュラルさで言ったら除草剤を使わないっていうのが一番ですよね。はい、もちろんね除草剤をピンポイントで使っていただくっていう分にはいいと思うんですけれども、なかなかねコントロールが難しい面なんかもありますので、その辺がね注意が必要で、ちょっと僕もあんまりおすすめとしては使わない方がいいんじゃないかなとは思うんですね。その辺は使用せざるを得ないっていう面もあるかなとは思うんですけれども、できれば避けたいかなっては思います。はい、そんな中でですね、こちら今回ねちょっとテーマを書かせていただいたんですけれども、除草剤に頼らない雑草対策ということでね、発想の転換で作るナチュラルな庭ということで、今回はやっぱり庭といったらねナチュラルで草花がある程度咲き乱れて咲き誇っていてくれるような空間がいいですよね。ですので殺風景な殺伐とした空間にならないようにということで、発想の転換でナチュラルな庭を作っていこうっていうことで、今回は趣旨でいきたいと思います。でキーワードですけれども、征服しないということなんですね。征服ということは除草剤をかけたりということで人間の都合のよいようにかなりね劇的に変えてしまうっていう方法なんですけれども、それをあえて楽なんですけれどもせずに、できれば調整していくような意識で手入れをさせていただくっていう風な庭作りがいいんじゃないかなと個人的には思います。その中でですね、まず除草剤のデメリットについて確認していただければと思います。もちろん除草剤は大きな一網打尽にできるというメリットはあるんですけれども、今回はちょっとデメリットにも目を向けていきたいなということで、こちらにね3つ挙げさせていただきました。まず1つ目、枯れによる美観のダウン。先ほどのね空間見ていただいた時にお分かりだと思うんですけれども、かなりね美観が悪化してしまうんですよね。だからちょっと殺伐とした空間になってしまうよっていうことなんです。はい、それとですね、2番、周囲の植物への被害ということで、周囲にね本当は枯らしたくない植物なんかありますよね。そういったものも枯らしてしまったり、それからダメージを与えてしまったりっていうことがあるんですね。ですのでその辺も注意が必要ということで、かなりコントロールが難しいっていうことです。それで次3番ということで、動物、ペットも含みますけれども、あと虫とか、あとは細菌なんかもそうなんですけれども、影響がちょっと懸念されるっていうことです。はい、ではね今回の提案ということで、どういったことをじゃあやっていくのかっていうことですね。それを解説していきたいと思いますので、じゃあ次ねいきます。はい、それではね続いて今回の提案ということで、どういったことをやっていくのかっていうことなんですけれども、あえて草を残すことと書きました。はい、残すんです。選択して残していくってことなんですね。はい、そのメリットなんですけれども、時間と手間を省くことができるってことですね。全部が全部を抜かないのでとても楽になります。はい、それから2番、ゴミを減らすことができる。ゴミの量減りますよね。抜く量全部抜かなければ。はい、それから次、夏の暑さ、照り返しの緩和。はい、こちらはですね、草を残すことによって
地表が熱くなる、そして照り返すことを防ぐようなことができます。例えばコンクリートのところなんかを想像していただくと分かるんですけれども、非常に地面が熱くなりますよね。それを草が緩和してくれるということがありますので、非常にこの温室効果の減少ができるんですね。なのでとてもおすすめです。これからのね、暑い夏にはぴったりじゃないかなと思います。はい、そしてですね、4番、土壌の保護と書きましたけれども、土壌が雨が降ったり風が吹いたりすることによって流出したりしてしまうんですね。それを草があることによって防げるっていうことなんです。はい、これも非常に大きなメリットなんです。もう一個ね、水たまりもできにくくなるよっていうことね、非常にいいかなと思います。はい、それから次5番、これが一番の目標なんですけれども、自然で心地よい空間を作り出すことができるっていうことなんですね。今回これをやれば人間の精神的にとっても非常にメリットがあるっていうことでね、おすすめする一番の理由かなということになります。では次、残す選択的な除草についての方法、これを次にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではね、続きまして選択的な除草のやり方なんですけれども、考え方としてどれを抜くのかどれを残すのかっていうことに関してまず触れていきたいと思うんですけれども、どれを抜くのかっていうことについては、背が高いもしくはよく茂るものっていうことですね。これが大きくなられてしまっては乱雑に見えたり、他の植物を圧迫してしまったりということ、そういったものが兆候があるものは除去しておくっていうことです。背が高かったりよく茂るものということで例なんですけれども、こういったね、これキク科の植物なんですけれども、こういったものですね。こういったものはね、やっぱり乱雑に見えますので抜いていただくという形ですね。抜けなかったらね、切っていただいてもいいんですけれども、また生えてくるものもありますのでね、その辺はねちょっとね何度もやる必要があるかもしれませんけれども、こういった背の高いものがないだけで低くなるとそんなにねいやらしい感じには見えないんですよね。それからよく茂るものということで、こちらはねつる植物ですけれども、ヤブガラシ、これなんかも本当にね木に絡みついたりしてよく茂りますので、こういったものはねつるものですね。つるものなんかはやっぱり取っておくとかなりねすっきりと綺麗に見えますので、これがねあるのとないのだけでもね相当違いますね。大きいものだとこういった野毛しかな、これね、こういったものも全体が広い空間だとそんなに気にはなりませんけれども、もし気になるのであればこれはね抜くのが結構大変、直根でね奥に入ってるので、上だけをねこうやってちぎっていただいても時短でね楽ですし、あとまた生えてきますけれども大きなものが生えにくくなりますので、こういった管理の仕方もいいかもしれませんね。はい、こういった形はね杉菜なんかにも結構応用できますね。それから他の、園芸の植物なんかの中に生えてしまっているもの、混在してしまっているようなもの、そういったものは抜いておくと植物間のシルエットが綺麗に見えてきますので、そういったことも積極的にやるといいと思いますね。植栽の中に入り込んでしまっているような雑草ということで、例えばねこういったこれエリゲロンなんですけれども、これはあえて植えてます。その中にこうやって生えてます。こういったもの抜くことによってこのエリゲロンがねすっきり見えますので、管理されてる空間だなっていう形になりますので、非常にねすっきりと見えます。例えばこれなんかもシダもね残しても味があるんですけれども、あんまり大きなところのシダなんかは取っていただいたりね、こうすることによって結構ね綺麗になってきますので、上をね積むだけでもね良かったりしますんで、この辺はねそんなに手間かからないと思います。あとここもね、はい、こうするとねかなりねすっきりして手入れされた感じになりますね。それからここ重要ですけれども、人の歩くエリア、動線と言いますけれども、その辺も、歩いてるんでねあんまり草は生えにくいですけれども、きれいにしておくと庭にメリハリができますんで、あんまり草を取ってなくても綺麗に見えるんですよね。こういった人が歩くところ、動線の部分ですね、こういったところは人が歩くことによってかなりね草は生えにくくなるんですけれども、それでもやっぱり生えてくる草がありますし、この動線の際ですね、この辺をきれいに見せることによってやっぱり手入れされてる感じ、ナチュラルなんだけれどもいやらしくない感じになりますので、重苦しくないような、だからこうやってこの辺の際をきれいにするだけでかなりね時短で
すっきり感が増すんですよ。なのでね、いいかなと思います。このね、3つを押さえていただいて、基本的にやっていただくという形になります。それで、じゃあどれを残すのかっていうことなんですけれども、植栽として転用できそうな草、ものとか、あとは小さな木ね、低木なんかがあったら、それを積極的に転用、利用してしまいましょうっていうことなんですね。残す植物なんですけれども、例えばこれなんかは大きくなりますけれども、アシタバですね。これね、風情がありますので、これはこれで残してもいいのかなっていうふうに思うんですよ。庭の景観として。なので残して、このユリなんか、これ高砂ユリかな、新高砂ユリかな。このユリなんかも残してもまたね、花が咲いて綺麗ですので、こういったものは背が高くても庭の景観として残してもいいんじゃないかなって思います。ただその場合にクリーニング作業ということで、例えばこうやって傷んだ葉っぱなんかをね、こうやってもう自分が植えたものとみなしてね、こうやって切ってクリーニングしていただく。例えばね、この辺の葉っぱもそうかな、この辺の葉っぱもちょっと傷んでるところはこうやって切っていただくと、ほらこれでね綺麗に見えますので、ナチュラルな空間ができますよね。はい、こういう風な残し方もいいんじゃないかなと思います。またね、残した方がいいのはこういうシダ系なんかは風情がありますので、こういったものも残すととてもねいいかなって思って僕は好きです。そして背が低い、もしくは目立たないもの、こういったものを全部取ろうとすると、やっぱり手間と時間が非常にかかってしまいますので、それは多めに見て、もしまた秋とか冬でね、時間があって取ってみてもいいかなっていうね、気持ち的、それから体的にも余裕がある時にやっていただいてもいいのかなと思いますので、ひとまずは、夏は特にね、放置しておいてもいいんじゃないかなと思います。大きくならないものとかね、地を這うものなんかですね。背が低かったり目立たないような草に関してなんですけれども、こちらのエリアちょっと見てください。こちらはね、春に多少草取りはしましたけれども、それからほとんど手を入れてないエリアなんですけれども、このように草がそんなに高くなってないので、変な重苦しい感じとか圧迫感はないんですよね。なんですけれども、こうやって草は生えてるんです。というわけなので、この背の低くてあまり広がらない草に関してはそのまま置いておいてもいいかなと思いますけれども、例えばこれね、飯芝なんですけれども、こういったものはね、またこれから大きくなりますので、もしねこうやって大きくなるものに分かるものがありましたら、これだけでもね抜いていただくと手入れがかなり楽になりますね。大きくなってから抜きすぎちゃうと結構大変だったりっていう面もあるので、こうやって抜いていくと楽かなと思います。ただね、こう残しておいてもそんなに嫌な感じにはならないよっていうことをね、ちょっとね見ていただければいいかなと思います。あんまりこう必要にね追い込みすぎなくてもいいんじゃないかなと思います。そうすると庭仕事がちょっと嫌になってしまいますので、嫌にならない程度に付き合っていただければいいかなと思います。続きまして、今度残した草の処理、じゃあ残しましたと、その草をどうやって対応していけばいいのかということなんですけれども、基本的には残したままでもいいんですけれども、さらにワンポイント、これをやっていただくと非常にいいよっていうのがですね、花や穂、実の部分の実を摘み取るようにする。もう乱雑でいいので、こうやってぶち切るような形でね、手で取っていただく。全部じゃなくても大丈夫ですので、そうすることによってですね、来年ね、草が生えにくくなるんですよ。その草が、要は種がこぼれなくなりますので、低い残したものでもですね、こうやって種をつけたり花をつけたりっていうものがあります。これなんかはもう枯れてきてね、種になってますよね、完全に。これはまだ花の状態ですけれども、こういったものだけでもこうやって上を摘んでおく。これだけだったらね、結構ね、こうやってこんな感じでやっていただいてもいいですし、上だけね鎌でさっさっさってやるだけでもいいんですけれども、こういった穂を摘んだり花を摘んだりっていうことですね、それをやっておくだけでまたね一年草なんですよ、こういうのって。なので来年生えてこないんですよね、種ができないと。なので非常に有効かなと思います。こちらのやり方に関してもね、以前の動画がありますので詳しくね解説してますので、概要欄をご覧いただければと思います。あと枯れ葉などの除去整理、これはね残しますよといった植物なんかはきれいにしておかないと、やっぱりなんか雑草感が漂ってしまいますので、そういったものに関してはクリーニング作業をしていただくと、よりね、これ植栽として植えてあるんだっていう感じが
見えますので、そうするともう美観がね、非常にアップするということで、一手間なんですけれども、非常に効果的かなと思います。今解説してきた草取りのね、詳しいやり方、それから除草道具、いろいろありますけれども、そういったものの使い方については、こちらも以前の解説した動画がありますので、そちらを概要欄に貼っておきますので、合わせてね、見ていただけますと参考になるかと思いますので、よろしくお願いいたします。以上のように今回は除草剤に頼らない庭のね、雑草対策ということでお伝えしてきたんですけれども、やっぱりね、除草剤は劇的な効果がありますけれども、ナチュラルな空間を作るっていう意味ではね、地道にかつ時短で庭をきれいにしていくっていうこと、手入れをしていくっていうことがとてもね、大切で有効かなと思いますので、皆さんもよろしかったらご参考ください。はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルではこれからも緑のことに関していろいろと発信もしていきたいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録、それからグッドボタンの方よろしくお願いいたします。では皆さんにとって良い一日になりますように、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。